いますが、今場所も力士たちは日頃より積み重ねてきた稽古の成果を存分に発揮し、活気あふれる大相撲をご覧いただけるものと存じます。何卒千秋楽まで温かいご声援を賜りますようお願いを申し上げ、ご挨拶いたします。令和8年10月10日、5月10日、小池財団法人日本相撲協会理事長、八角信です。ご覧いただきましょう。今日は5月場所初日です。僕ら2日目みたいな感じですけどね。昨日もちょっとね、京王百貨店で新宿のね、トークショーやってたんで、そうなんですよなんかもう昨日から場所始まってるような感じなんですよね、雰囲気として。我々のコンビは昨日も実は稼働しておりましたが、実際は初日でございます。さて、富士凌河と竜電の対戦で始まります。今日幕内の取り組みです。竜電は返り入幕、富士凌河は幕内2場所目になります。初顔合わせ、突っ張っていきます。右の上手、富士凌河、左四つの形。さあ、これで十分になりました。ただ竜電も上手を引いています。引きつけて出る富士凌河、寄って寄り切りました。富士凌河の勝ち。先に攻めて出ましたよね、ちょっとここポイントでいいですか。でアクション、いきなりあと顎上がってて苦しかったとは思うんですが、腰の位置が良かったですよね。ここで竜でも取りましたよね。ただ両力士ね、上手がこう伸びてしまって、これでは引きつけて下で取ってたとしても力出せないんですよ。ですけども常に富士凌河が腰低く、これ回し一つ下ですよね、竜電の。ここで一番分かりやすいと思います。腰をつけて、腰をここで引いてると竜電の上手投げとかそういうのがねかかるんですけども、腰を低く怖がらず。22歳です。178センチしかないんですね。上背はそんなにないですね。大きく見えますけどね、体重はまあ145キロっていうね出てますけど、そんなに身長がないので、どういうね四つ相撲を取ったりね押し相撲を取ったりしていくのかなというね楽しみですね、これから幕内でね。押し相撲を得意にしています。さあ、今日の相手欧勝海、引っ張っていく若の勝、自分の相撲押し切りました。若の勝の勝ち。新入幕最初の相撲白星です。100点じゃないですかこれね。出ました、100点。いきなり初日ね、新入幕でこのいい相撲を取るのはね、押し相撲でね行くっていうのは、このね178センチっていうのがポイントなんですよ。このできなくなるんですよ。だから押し相撲1本っていう風になるんですけど、178ぐらいあるとちょっと回しを取られてもまた相撲を経験しながら、これがいいんでしょうね。ちょっと背中かかるぐらいがね、それぞれこのどれぐらい強く締めるかっていうのはもう人によって違いますし、ちょうどいい加減っていうのがあるんですよね、人によって。そうですよね。さて、過去の対戦は3対3の五分です。幕内での対戦成績は3対3です。差し手争い、突っ張って右四つになりました。押し出し、翔猿の勝ち。最後肘痛かったでしょうね。手回してましたけど、小手にね行こうと思ってた狼雅ですけど、分かっていたんでうまくね
かわしましたよね、はい翔猿がね。そこでまあ体勢が崩れたんで、そこを狼雅のね押し出しましたけど、あれそれではリプレイで見ましょう。ここの辺りはいいですよ。差し手争いですか？翔猿ちょっとね下がってしまいましたけど、低かったんで良かったですよね。逆に狼雅がちょっと高かったかな。でここちょっと強引に行き過ぎですよね。100場所ですもんね。しかもこの人は休場がありませんからね。そうですよね。幕内で100場所ですから。本当は100年ぐらい生きてんじゃないですか。さてコメント欄にはどっちも頑張れという応援コメントが来ております。土俵上時間になりました。御嶽海玉鷲の対戦、幕内39度目の対戦です。喉輪で押す玉鷲。はずに押したい御嶽海。相手の肘を抱えています玉鷲です。手をつけ出ていく御嶽海。勝ちました御嶽海です。ちょっと右のねふくらはぎに玉鷲サポーターしていて、テーピングかちょっとガクッときてますよね。大丈夫でしょうか。大丈夫かな。これタッチペンでいいですか。これワンポイントなんですけどね。これね見て当たってますよね。はい、これ玉鷲のうまさでもあるんですけどね。これ若い時もう少し若かったらまたねダンってこうそこでスッて前に行く立ち合いなんですけど、今は年齢とともにこういう立ち合いをしてるんですよね。あとちょっと右足悪いんですよね。左から押っつけようとした玉鷲ですけども、前に出たのは12枚目です。まあ再チャレンジですかね。はい、最高位まで行ってね。まあ本人としてはねまず三役目指してるでしょうね。序の口から相撲を始めてだんだんとこの番付を上げてきました。体は小さいんですけどもよく動きます時疾風。ここで時間ですね。待ったなしの声です。張っていきました時疾風。左を差して出ていく。左四つ、もう一度出る。残しました琴恵光。かぶった。まだ攻め続ける。投げの打ち合い、上手投げ、琴恵光の勝ち。攻めたのは時疾風、最後勝ったのは琴恵光でした。攻めてたのはね時疾風ですよ。まあ0.5 秒ぐらいちょっと早くどんどんいっててよかったんですけど、最後ですよね。右差してね、下手取るか切り返しながら当たる。まあでもここをすっぽ抜けてしまって押されてましたよね。ただここから攻めがね常に時疾風の方が一歩早く攻めてますよね。この下手左下手取ってたのが琴恵光良かったんですかね。体柔らかいからよく残りますよね。ここ強引に小手投げいったんですけどね、そこまで良かった。ここですよね。この切り返したりそういうのがないので、これはね回し取りたいですかね。金峰山はね回し取る相撲は取りたくないと思うんでね。これが両者ね本当に前に出る相撲を取るといい相撲、いい取り組みになりますよね。そうですね。さて待ったなしの声がかかりました。過去2度対戦があって2度とも金峰山が勝っています。右四つになります。出ていく、引きつける。金峰山寄る倒し。金峰山の勝ち。回しにとっても相撲取れるんですね。左の上手早く取って右、
この突き放しかな、突き放せなかったですね。獅子も大きいからね、はい、これ下手取ってるんだけど下手離しちゃったんだね。これ上手に打ってから上手投げ打ってからですね、はい、まあでも回し取って相撲を取る、あんまり両者その相撲を回し取っての相撲はうまくないですけどね。やっぱり獅子としては突き放していきたかったでしょうけどね。まあ、あとはやっぱり獅子も四つになるときは絶対金峰山回し取ったらね、そうですね、あんまりこの取ることないですもんね、印象ないですけどね。獅子に対しては取れたんですよ。柔らかく見えるというか、黒だともうなんかイメージの怖いそのまんまみたいな感じでね、いくけど、はい、まあこれ私の見解ですけどね、個人の感想ですという、まあでも本当にこの初日というのは締め込み変えて最初の取り組みというパターンが時々ございます。まあ気合入って白鵬に睨んでいってますけど、裏は逆に落ち着いて裏ですよね。裏スタイルというかね、はい、裏はもうほとんど睨むことないでしょ。あんまりその印象ありませんね。さあ立ち合いです。過去は白鵬寺3対2です。右から押っつける裏、出ていきました、押し出し。今日は速い相撲でした宇良、初日白星です。やはりね、気合入った白鵬寺でしたが、引いたらダメですよね。宇良はね、終始冷静、自分のペースで相手が引いてくるのを待ちましたよね。あとは白鵬寺ちょっと立ち合い高いかな。あ、高かったですか。立ち合い気合入ってもいいんですけどね、白鵬寺はね。だからといって宇良が気合入ってないっていうわけじゃないんですよ、はい、これは彼のスタイルでゆっくり相手を見ている。でもタケノコが好きっていうのはパンダみたいですね、本当にね。まあみんなそういう可愛さはありますけどね。ありますね。まあこの一番はね、先輩って分かってるしね、錦富士はまあ、やりにくいけど胸借りていこうって気持ちかな。さあ軍配返りました。過去の対戦は1対1です。大学の先輩後輩の対戦という形になります。大関も経験している朝乃山、さあ立ち合いです。突っ張っていく朝乃山、低い体勢で出る、押し出しました。朝乃山の勝ち、先輩が勝ちました。立ち当たって錦富士も当たって右手を伸ばしたのかな、喉輪で。でも朝乃山が素早く左下手を通りましたよね。引きつけるのが良かったかな。体動いてるんじゃないですか。頭をつけて出ていきました。まあ全然両者いい立ち合いで当たっていきましたよ、当たっていく、当たって手伸ばしていく、取られない、でもここのね左の下手取るの早かったですね。この足の動きも良かったんじゃないですか。すりながらね巻いていましたが、今場所はテーピングはどうやらなさそうです。まあ巡業でうまく調整できたんですかね。さあ時間です。初顔です。押し相撲とそして四つ相撲の対戦。呼吸が合いませんでした。さあもう一度もろ手でいきました阿炎、押し返す朝白龍、攻め続ける、押し出した、押し返す、もう一度阿炎が手が伸びました。押し出し、阿炎の勝ち。今日は押し相撲でした。まわしを取られることはありませんでした。結構よく伸びてましたよね。阿炎だからできる相撲ですよ。ちょっといいですか。はい、それではアクション解説をお願い解説で、説明していただきました。もう一度見ましょう。この突き放し立ち合いちょっと待ったしたから変化するかなと、初日から阿炎やりかねないからちょっと見てましたけど、ここでバランス崩れたんですね。朝白龍も良かったですよ、前に出てね。
だけどもね、懐深いから、手足が長いですしすぎるのはって言うけど、はい、でも僕らにはそれが足りないから稽古で補えないからトレーニングしてるんだよってことなんですけどね。欧勝馬は先場所6勝9敗、先場所勝っている朝紅龍。さあこの身長差をどう攻略するでしょうか。幕内前半最後の取組です。木村元基が合わせます。立ち合い、朝紅龍が突っかけました。さあもう一度、2回突っかけてしまいました朝紅龍です。3度目です。なかなか呼吸が合いません。こうなるとこれスパイラルといいますか、なかなか合わなくなってくるもんですか。朝紅龍、さあもう一度です。今度は成立、中に入れない朝紅龍、突き放す欧勝海、出た、押し出し、朝紅龍の勝ち。立ち合いどんどんね合わないからプレッシャーかかってくるんですけどね、はい、で朝紅龍はちょっとやっぱり最後立った時待ったが続くとですね、これ呼吸合わないとちょっと2人とも立ちにくいところあったかもしれません。まあでもこれ仕方ないですかね。まあ駆け引きしてるってずるいことをしてるわけじゃないので、立ちたいっていう気持ちがあるからね。これ最後引いちゃったのは良くなかったですけど、はい、欧勝馬は2回ぐらい待ったした時にね、はい、おいおいって感じでね言ってましたけど、なかなか痛いんじゃないですかね。いや本当に新入幕で10番勝つというのはこれは素晴らしいですけど、はい、2場所目っていうのがこれ肝心になってきますよね。そうですね。アマチュア出身のね学生力士が多くなったんでね、はい、そういう点ではこう、なんていうのかな、あとは持久力でしょうね。プロになって年6場所巡業ある、その中でどれだけこうね仕事をこなしていくかということだと思うんですけどね。時間になりました。さあ軍配返っています。突き起こしていきたい千代翔馬、前に出る、最後は回しを取って相手を寄り切りました。藤青雲の勝ち。手の位置がいいね。藤青雲、はい、それでお兄ちゃん手足が長いから逆に感覚間合いができるんですよね、はい、だから左からこうつけて相手を起こしていくっていう相撲を取れるんですよね、この何が引かないっていうのがいいんですよ。4勝11敗で今場所は東の6枚目。中盤に先場所は連敗がありました。さて相手は大関、それこそね霧島も戻ったからね、まあそうですよね。正代、あと高安なんかもね、はい、期待したいところです。過去は美ノ海の4勝、正代の3勝です。軍配返っています。先に手を下ろしている美ノ海、当たっていきます。右から押っつける正代、なかなか組めません。押し出しました。美ノ海の勝ち。一方的な相撲になりました。正代腰高いのはもともとだけど、ちょっと当たってないですね、ちょっとタッチペンでいいですか。美ノ海の立ち合いはいかがでしたか。左上手がいいんじゃないですか。それではタッチペンで書いてよね、正代ね。だって吹っ飛ばしてるわけじゃなく、ほら引きながら、相手を引きながら回しを切るってことが相手を呼び込むということになるんで、はい、そうすると美ノ海のが攻めやすくなって回しにこだわらなくていいなって思うんですよね。だから立ち合いがうまくいったからそうさせてるんですよね。はい、そうだから先場所は豪ノ山は6連勝というのがありましたからね。これ乗ると怖いですからね。若元春はやはり左四つ相撲を取りたいでしょう。過去は6対3、若元春が対戦成績ではリードしています。さて今場所初日の相撲、時間です。
立ち合いの呼吸が合いませんでした。当たっていきます豪ノ山、力強い押し出し、豪ノ山の相撲でした。いいね。強烈な当たりから一気に持っていきました豪ノ山。このいいですか。はい、アクションいきましょうか。寄せつけ砂も払ってましたよね。多分若元春の立ち合いが早いっていうのは分かっているので、その立ち合いに合わせることはできないんですよね。はい、なので2回目だともう前傾これ、はい、前かがみになってますよね。これいい立ち合いですよ。若元春もね、回し届いたんですけど引っ張り込んでましたよね。これで大きい人だったら、もう一回り大きい人だったら上手取って動かしやすかったんじゃないですか。いやー、本当に相撲をやるのも見るのもね、いい季節になりました。まあ午前中見てここね、大相撲を見に来てる方もいらっしゃるかもしれないんで、ダブルヘッダーね、まあ本当にお好きな方はね、何倍でもいけるという大相撲です。成績では王鵬、後輩の方が上回っています。5対4です。さあ時間になりました。張り合い、起こしていく大栄翔、押し返す王鵬、突っ張り、大栄翔を押し出しました。大栄翔らしい相撲です。まあ当たってから両者はね突っ張ってましたけどね、やはり大栄翔の最後こういなし、王鵬をいなしたことによって王鵬のまあ体勢が崩れて、そこで出やすかったんじゃないですかね。肘が決まるんで。頭から当たってますね。ちょっとやはり、やっぱ大栄翔先輩の方が下から下から攻めて突き押しに徹してましたよね。そうでしたね。まあ王鵬も引いてないですからね、変わってしまうんでね。まあこの横綱の土俵入りを務めるというのは、太刀持ち露払い大事な役目であります。今日は太刀持ちを務めた平戸海です。過去は7対2で若隆景がリードです。さあ立ち合い、いなした、送り出し、若隆景の勝ち。当たってからいなしましたか。そう、行くぞ行くぞっていうのが平戸海分かっちゃってるんですよ。はい、だから無理に行くことないので、若隆景も当たってるんですけどね。タッチペンやりましょうか。最初からこれやろうって考えてないと思うんですよ。こう立ち変化じゃないから当たっているので、足出てないので、あとその出るぞ出るぞって言うんだけど、若隆景も足が出る前にファッて立ってるんですよね。多分こう稽古してるから分かり合ってるからね、その判断ができると思うんですよね。左から攻めようって感じでしょうね。いつも1時間半かけて両国来てたので、渋滞なんかあってですね、そういう点は大変だったんですけど、やっぱり近いと楽ですよね。あとそういう点ではね、大野里なんかね、師匠の稀勢の里ね、西の関親方は茨城出身で茨城の牛久でしょ。遠いですよね。距離ありますよね。ありますね。音山部屋は今向島の方ですね。ですから押し上げの方ですから。まあでも近いよね。まあ車でちょうどいい。さあ、右四つ攻める吉野富士、左の上手。軍配は琴勝峰です。際どいですが、物言いがやはりつきました。早いね。さあ競技終わりました。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は琴勝峰に上がりましたが、吉野富士の手が出る前に琴勝峰の肘が先についており、行司軍配差し違いで吉野富士の勝ちといたします。軍配差し違いです。吉野富士の勝ちとなりました。まあちょっと足上がってたけど残ってたんでしょうね。それで琴勝峰の右肘かな、
先に右肘がついたという判断ですね。まあでもね、よく怪我するんじゃないかなと思って当たって、はい、右差したんですかね。右四つの展開になりましたね。吉野富士左取れたんだよね。攻めたんですけど、ここでも下手に引かずにね、琴勝峰が右差したんで一気に出てきましたよね。ちょっと左から吉野富士の右手を引っ張り込む感じかな。もうそういうムードになってくると思うんですよね。そういう点ではね、休場してる、ね、大関横綱いるんだけど、こんなこと言ってると豊昇龍が俺を忘れるなっていうね、そんな声が聞こえてきそうです、本当に。さあ一山本も先場所は9勝6敗勝ち越しまして番付上げました。西の2枚目です。過去の対戦は互いに2勝ずつ。最近は出足が本当に良くなりました熱海富士です。先に故障終わりました一山本。熱海富士の出足いなした。勝ちました一山本。体の大きな熱海富士をうまくいなしました。当たってないんですよ熱海富士ね。一山本がちょっと何してくるかわからないので見ていったんですけど、それがちょっとマイナスでしたね。やはりこの大きい体を生かすには判断が良かったんでしょうね。出てこないから楽ですよね。だからいつもねこう頭からいくけどもろ手でいく時もあるじゃないですか、はい、今日は絶対前に出てこれたら勝てないので頭からいきましたよね、一山本がね。そこで相手が見てきたのをよっしゃと思ってうまく引きましたよね。これいつもこれにかかるんですよね、熱海富士は。で下がった時にね、大関上がる力士もいたし、いろいろ思いがあるんでしょうね。はい、大関から陥落してその後横綱になったという人は過去に三重の海と照ノ富士2人だけです。霧島はその後にまた続くことができるでしょうか。さあ大関に戻ってきて最初の相撲です。今日の相手は隆の勝です。過去は14対6で隆の勝がリードしています。ただここ最近は霧島がリードしています。引っ張っていく隆の勝、いなした叩き込み、霧島の勝ち。大関に戻って最初の相撲白星です。落ち着いて当たってましたよね。霧島もそんな緊張も見えなかったですね。隆の勝は当たったんですけどね、足が両足揃って前に出てなかったですね。はい、そこをすかさずいなして勝ちましたが、低いような感じではなかった。攻めていこうと思ったらもう隆の勝が足揃っていたので、そこで引き落としでかかってしまいましたね。はい、右手の使い方はどうですかね。やっぱり下からね、大関が隆の勝の右の喉を上げてるから前に出れなかったんですよね。それで足揃ってなかった。どの親方に聞いてもこの藤の川の相撲っていうのはもう切符がいいと、非常に気持ちがいいという指摘をする方が多いんです。先場所の対戦ではこの琴櫻大関が勝っています。さて待ったなしの声がかかりました。式守伊之助軍配を返しました。中に入ります。いなす藤の子、下から落とせ、突っ張り押し出し、藤の子が勝ちました。大きな相手琴櫻から勝ちました。池田さんドリブルを取ればってそのままになっちゃったよね。いやでもそれは理想の取り組みですよね。下から小さく入っていって相手を起こしていなしたりして崩していながらいかないとね、大きな大関を押し切れないですからね。振り返りましょう。外から攻めに行ったのがいきなりいなしに行ったんでしょうけど、逆にそこをね左からいなしで、それで大関バランス崩れちゃいましたよね。腰も棒立ちですからね、あれでは残れないですよね。さすがに大きい大関でも左から入られたからかな。
左から入られても自分が大きな体なので引っ張り込んで前に出るような圧力をかける、いい色ですね。体重も少し増えたそうですね。花道歩いてる時大きくなったなと思って稽古しながら大きくしてるのでいいんじゃないですかね。大きくなったけどそんな太ったって感じじゃないですもんね。そうですか。始まりましたか。目を離さない両者。アメバのスタッフさんも盛り上がってますよ。東西に分かれます。いや、場内も大変な盛り上がりです。場内もスタジオも全部ですよ。これです。やはりこれが見たかったっていう声ですね。先場所に続いて長い睨み合いがありました豊昇龍と高安。過去は高安の10勝、豊昇龍の7勝です。先場所は豊昇龍が勝っています。初日結びの一番です。一人横綱豊昇龍、7場所連続の三役高安。大事な大事な初日の取組です。左四つ、巻き替える、上手投げ、高安の勝ち、横綱初日、土がつきました。ちょっと怪我ったかな。足、大丈夫でしょうか。豊昇龍はすぐに立ち上がれません。多分無理だ。無理に歩かない方がいい。右足を引きずっています。右足を引きずっている横綱豊昇龍。これは心配です。そうですか。足開いちゃったからもう歩かない方がいい。勝ったのは高安。初日横綱に土がつきました。付人の肩を借りて引き上げていきますかね。車椅子持ってきてね、分かるんですけど、大丈夫ですか。レースに帰って、でももう痛いですから。足を引きずって、右足でしょ、開いちゃったからね。東の花少し立ち合い、今これ睨み合いからご覧いただいてますが、立ち合い横綱少し遅れましたかね。どうでしょう。もろ手突きでいったんで、ああいうふうに睨み合いになるとね、ああいうちょっと胸からいく立ち合いになるんですよ、横綱ね。だから上体が上がっちゃったんで、それで足開いちゃったから、そこでまあ上手投げ打ったんですけど、ちょっと今見えますよね。これで左差して巻き返し、ここうまいですよね、高安ね。巻き返したところで右がね、多分これ大体二頭筋でしょうね。立ち合い左四つ、右巻き替えるところ、ここはうまいね、高安。私も同じ体勢になってちょっと筋断裂したことあるんですけども、その足が伸びちゃっているので、そこでちょっと開脚の柔らかさと違う角度でああいうふうに残っちゃう時があるので、でそこで多分負担かかっちゃったと思うんですね、右足がね。最後高安こう睨み合いでカチッときてね、頭食って押さえたけどね、ちょっとそれは控えた方がいいかなと思ったんですけどね。投げた後ですか。投げた後ね。
多分横綱が足開いた時にもう耐えられないからもう手ついたんですよ。はい。でそこで足くってこう頭を押さえたでしょ、ちょっとこれダメ押しのような感じだからね、これは良くないかな